今までウプ主が気になってたバイクホイールの重量の比較をやってみるよ。今回はパート2としてリアホイールの比較だよ。ホイール重量測定までのいきさつはパート1のフロントホイール測定で話してるから、そっちを見てね。大雑把にはほとんど公表されていない純正ホイールや車外ホイールの重量を測って、ホイール交換で軽量化できるかを確認してみるって感じだね。なるべく条件を揃えるためにブレーキディスクやスプロケハブ、カラーは取り外して測定するよ。測定するホイールは8本。 ZX10R の JK モデルの純正ホイール、同じくレフモデルの純正ホイール、ゲールスピードのタイプ M マグネシウム単造、アドバンテージエグザクトのアルミ単造、ゲールスピードのタイプ R アルミ単造、ゲールスピードのタイプ GP1S マグネシウム単造、それに BST のカーボンホイールと写し忘れたけど NSR の純正ホイールもあるよ。タイヤチェンジャーを使ってタイヤを外していくよ。四輪用のタイヤチェンジャーだけど、二輪でもリアタイヤは幅が広いからあまり違和感なく取り外しができるね。二輪用タイヤは四輪タイヤに比べて構造が薄いんだと思うけど、作業は楽にできるかな。それでもこれだけのタイヤを一気に取り外すのはなかなかの大仕事だよ。一通りタイヤと付属品を外したものを並べてみた。これだけ並ぶとなかなか壮観な眺めだね。測定するホイールを一覧表にしてみたよ。上の4つは車種やサイズ違いで直接的な比較がしづらいもの。下の4つは ZX10R の JK モデル用として比較しやすいものだよ。スケールや測り方はフロントホイールと同じだよ。まずは吊り下げベルトの重さを補正してから測定するよ。最初に NSR の純正ホイールの重量を測定するよ。6130g だね。次に ZX10R の F モデルの純正ホイールだね。5950g だね。フロントと同じ傾向で NSR の純正ホイールより 1.5 インチ幅広なのに軽くできてる。それから ZX10R の JK モデルの純正ホイールだよ。スプロケダンパーは使い回しするよ。5540g だね。NSR より軽い F モデルホイールよりももう一段軽いんだ。ここから車外ホイールの重量になるけど、最初はエグザクトだよ。6410g だね。フロントと同じ傾向で単造だけど結構重く作られてる。イヤもアタッチメントはメーカー品ではないからここで少し重くなってるかもね。測定順序を間違った感じだけど
次はゲールスピードのタイプ M でマグネシウム鍛造品だよ。さすがのマグネシウム鍛造品で 4650g だね。中製品なんかと比べて 1kg くらいは軽いね。次にゲールスピードのタイプ R でアルミ鍛造品に戻るよ。6030g だね。形状がほとんど同じアルミ鍛造とマグネシウム鍛造で 1.4kg の差になってるね。次にゲールスピードのタイプ GP1S でマグネシウム鍛造品だよ。こっちは 3960g で同じマグネシウム鍛造品で比べても GP1S の方がもう一段軽くできてる。最後に BST のカーボンホイール。3770g で GP1S よりさらに軽いけど、その差は 200g 程度だったね。ブレーキディスクとスプロケのアタッチメントがアルミで結構重そうに見える。測定結果をまとめたのがこの表だよ。サイズ違いなんかで直接的な比較はできないけど、当然ながらマグネシウム鍛造とカーボンホイールが軽いってことが分かったね。そんな中で NSR の純正ホイールが重いのはフロントと同じ傾向だけど、やっぱり一昔前の鋳造技術が要因なんだろうね。タイプ R 形状のアルミ鍛造とマグネシウム鍛造の比較で、マグネシウムは約 1.4kg、3割近く軽くなってるね。それに加えて同じマグネシウム鍛造のタイプ M と GP1S の形状違いで約 700g 軽くできてるのも興味深いとこだね。ZX10R の JK モデル用ホイールを比べると、マグネシウム鍛造のタイプ M が最軽量なのは予想通り。でも純正のアルミ鋳造ホイールがアルミ鍛造品より軽いというのはびっくりだね。それとカーボンホイールがあまり軽くないのは KTM 用のアタッチメントが結構大きくて重量増加の要因になっていそうだね。エグザクトが重いのも同じようにアタッチメントが足を引っ張ってる感じだね。エグザクトは元が重いってのも間違いなさそうだけどね。測定が終わったから再度タイヤを組み込むよ。タイヤのはめ込みは実際に車両に組み付ける3本だけにした。作業の感覚としてはピレリタイヤの方がブリヂストンに比べ構造が柔らかいみたいで、タイヤの脱着は楽にできるね。最後にブレーキディスクを取り付けてバイクに組み込んで作業完了だね。一番軽いカーボンホイールはこれから NSR 用にコンバートするから、今は GP1S を使っておく。10R 用ホイールは純正が軽いことが分かったけど、それでも社外品を選んじゃうんだよね。なんやかんやで見た目のかっこよさも大事だしね。重量だけが選択要因じゃないってことだね。フロントホイールの重量比較は別の動画で紹介してるからそっちを見てね。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするから、チャンネル登録しておいてね。